もし今海外移住したら生活費ってどうなるんだろうって考えてる人がいたら絶対に聞いてほしい話がある。今日はちょうどオーストラリアブリスベンから東京成田に戻ってきたところ、ほんの数週間ブリスベンに滞在して実際に現地のスーパーで買い物をしてカフェやレストランに入って電車やバスにも乗ってみた。その中で感じたことが本当にたくさんあった。東京とブリスベン、この2都市の物価、過去5年でどう変わってきたのか、どんな違いがあったのか、データをもとに徹底的に調べて現地のリアルな空気と照らし合わせながら今日は語っていこうと思う。円安、インフレ、賃金の差、そして肌感覚の高い安い、全部まとめて全部話す。聞き終わる頃には住むならどっち、本当に高いのはどこって問いに自分なりの答えがきっと見つかるはず。では始めよう。ここ5年東京とブリスベンでは物価の動きが随分違ってきた。コロナからの経済回復、世界的なインフレ、円安、あらゆる要因が複雑に絡み合って私たちの暮らしに直撃してる。でも具体的にどれだけ違うのって聞かれたらはっきり答えられる人は少ないはず。だから今回は食品、外食、会食、交通費の3つのカテゴリーに分けて年次データや統計をもとに比べていくよ。まずは食品から。東京とブリスベンどっちもコロナ後に食料品の価格が上がった。でもそのスピードと背景は違う。東京では2022年以降価格指数が急上昇。2025年4月には2020年を100とした時に 122.9 まで上がってる。つまり約 23% アップってこと。前年同月比でも 6.0%。 一方ブリスベンを含むオーストラリア全体では2022年がピークだった。2025年3月時点の食品インフレ率は 3.4%。 つまり東京の方が今は上がり幅が大きいんだ。具体的な食材で比べてみよう。 NUMBEO っていう国際的な生活情報サイトのデータによれば、牛乳1ガロン東京871円、ブリスベン854円、ほぼ同じ。食パン1ポンド東京208円、ブリスベン298円、東京の方が安い。白米1ポンド東京335円、ブリスベン115円、東京の方が約3倍高い。卵12個東京322円、ブリスベン627円、ブリスベンの方が約2倍高い。ちなみに実際にブリスベンのスーパーで卵を見てきたけど12個で1000円1200円くらいしてた。データよりも高かった。特に卵の価格差がすごいんだけど、これって単に為替の影響だけじゃない。現地の生産、流通の事情や需要と供給のバランスが影響してる。米はどうか。東京の白米が高いのは日本国内の米の生産量が限られていて、かつ円安で輸入コストが高くなってるから。逆にオーストラリアの方が米はずっと安い。パンや牛乳に関しては東京の方が安いのは流通効率や補助制度の影響もある。次に外出、会食、ここはブリスベンの方が圧倒的に高い。例えばカジュアルなレストランのランチ、東京は1200円くらい、ブリスベンは2335円、実に 94.6% も高い。実際に現地でランチしてみたけど5001、800円くらいだった。でもね、内容がね、正直言うと日本の1500円ランチのクオリティとは程遠い。野菜少なめ、味もそこそこ、でも量は多い。だから値段だけじゃなくて分量で考えるとお得感はあるかもしれない。コース料理でも差が出る。2人前で東京7000円、ブリスベンは10274円、46.8% 高い。コーヒーは意外に差が少なくて東京517円、ブリスベン521円、ほぼ同じ。マクドナルドのセットは東京800円、ブリスベン1401円、ブリスベンが約 75% 高い。この違いどこから来るかっていうと、主に人件費。オーストラリアでは最低賃金の上昇が続いてて外食産業はコストが重い。日本も2024年に春闘で大手が 5% 以上の賃上げに合意したけどベースの賃金が低いから価格転嫁が限定的。さらに東京では消費増税 10% の影響で外食需要が抑制され値上げしにくい環境にある。続いて交通、ここは逆に東京が高い。例えば公共交通の片道運賃、東京は 204.5 円、ブリスベンは 46.7 円、東京はなんと約 4.4 倍高い。でもこの 46.7 円って現地では最近の物価対策で大幅に値下げされた結果、最安値レベルだと思ってほしい。定期券も東京が高くて東京が1万2000円、ブリスベンは3736円、これも東京が約 3.2 倍。でもタクシーはブリスベンの方が安い。初乗りは東京500円、ブリスベン327円、1マイル走った場合は東京756円、
ブリスベン376円、東京の約2倍。ただし待機料金は逆で、東京3789円、ブリスベン4820円。つまり走るよりも待つ方が高いのがブリスベン。ガソリンはというと、東京674円、ブリスベン676円、ほぼ同じ。最近は円安と5ドル安が打ち消し合って、日本円換算では大きな変化がない。じゃあこの物価差って何が原因なのか。いくつか大きな要因がある。為替2022年から円安が進んで、一時は1号ドル150円近くまでいった。でも2024年末には90円くらいに戻ってる。この為替の上下が輸入価格に直結してる。インフレ。オーストラリアは20万2122年に CPI 消費者物価指数が 67% まで跳ね上がったけど、2024年には 23% に落ち着いた。日本は長年のデフレから脱却しつつあって、2023年以降は 34% のインフレが続いてる。つまりタイミングと波が違う。賃金。オーストラリアの方がずっと高い。しかも人手不足で賃金が上がりやすい。日本は賃上げがあっても企業が価格転嫁しにくい構造になってる。税制。日本は消費税 10%、 オーストラリアは GST10%。 ここは大差ない。ただしガソリン税や道路使用料、公共交通への補助制度なんかは微妙に違ってて、これも影響してる。市場構造。供給側の要因。東京は食料自給率が低くて輸入に頼ってる。ブリスベンは畜産や農業が盛んで、地元で賄える分が多い。スーパーの業態や流通構造も違う。結論として、ブリスベンの生活費は全体的に見れば東京より高くなりがち。でも品目によっては東京が高いものもあるし、量の多さや賃金とのバランスまで考えると単純な比較は難しい。ただ一つ言えるのは、物価の違いには単一の理由はないってこと。為替、インフレ、賃金、供給構造、制度、全てが絡み合って今の価格がある。だからもし将来ブリスベンに住んでみたいと思っている人がいたら、ぜひ参考にしてほしい。私が現地で感じたリアルな物価、数字では見えない実感もきっと役に立つはず。